はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中トンです。はい、ポケトーク S。私もしばらく動画のコンテンツをアップしてなかったんですけど、最近ようやくファームウェアもアップデートして、また動画の投稿を再開していこうと思います。それで、ポケトーク S なんですけど、長い文章の翻訳について今日は日本語から英語への翻訳を試してみたいと思います。というのもポケトーク S のよくある質問のところに長い文章でも翻訳できるんですかっていう質問があるんですね。で、それに対してはい翻訳できますというふうに回答があって、ここに例文があるんですけど、こちらの美術館のチケットは大人が1500円で3歳以上の子供が500円です。2歳までのお子様は無料でご入場できます。こんな長い文章、しかもね、途中で3歳以上の子供が500円ですとか、そこで丸がついて、また次の2歳までのお子様はとかなってる、結構複雑な文章でも翻訳結果で出てる通り、もうこの通りの翻訳になるんですよ。なので、ポケトーク S、これ一文一文じゃなくて、一つの文章というか、いくつかの文章のまとまりで、それを翻訳するようになっているので、かなりこのね、日本語を認識するところと、あと翻訳されるところっていうのは非常に優れていると思います。とは言っても、こちら、ポケトークのサイトに出てた例文なので、本当はどうなのって思うじゃないですか。なので、これから検証してみたいと思います。で、検証にあたって、ポイント2つありまして、1つはですね、日本語を正しく認識するか。これから例文があるんですけど、それを私が読んで、正しくその通りに認識するかっていうことと、あと、認識したら認識したで、次にその翻訳結果がどうなのかっていうのを調べたいと思います。例文として選ぶのは、ちょっとこちら、渋谷区のサイトで子育て便利帳っていうのがあるんです。この中に子供が生まれたので、区の手続きをどういうふうにするのかっていうふうに質問と回答が掲載されているコーナーがあるんですけど、そこの文章をこのポケトークを使って日本語から英語に翻訳してみたいと思います。まずは、このクエスチョンからやりましょうかね。この子供が生まれたので必要な手続きを教えてくださいというのと、クエスチョンとその後のアンサーもやってみたいと思います。じゃあ行きます。子供が生まれたので必要な手続きを教えてください。Now that I have a child, please tell me the necessary procedures. はい。じゃあこれに対しての回答です。出産後に必要な手続きは出生届、出生通知書の提出、児童手当、子ども医療費助成の申請などがあります。Procedures required after childbirth include submission of a birth report, child allowance, and application for child medical expenses subsidy. はい。ちょっとこれの翻訳結果をポケトークセンターからコピーして、こちらの資料に貼り付けてみたいと思います。はい。では結果を貼り付けました。まず子供が生まれたので必要な手続きを教えてください。これは日本語も正しく認識されました。そして翻訳も Now that I have a child, please tell me the necessary procedures。翻訳結果も正しく翻訳されています。じゃあ次、出生届。で、ここら辺はこの出生届とか子ども医療費助成とか、そこら辺どうなったのかっていうのを見ていきましょう。まずは日本語正しく認識しているか見てみます。はい。出産後に必要な手続きは、出生届、出生通知書が、出生数書の提出になってますね。出生通知書を正しく認識してません。で、児童手当、子ども医療費助成の申請などがあります。出生通知書だけ正しく認識していないんですが、それ以外については日本語は正しく認識しています。じゃあ英語の方チェックしてみましょう。ここの翻訳結果で出たものを DeepL を使って翻訳してみます。それの結果を貼り付けますね。この英文を DeepL で翻訳した結果です。はい。じゃあこの英文をDeepL で翻訳したところ、出産後に必要な手続きとしては、出生届の提出や児童手当、児童医療費助成金の申請などがあります。
これはあれですね、出産通知書の提出だけ、出生届の提出、そっかそっか。出産通知書の提出、出生届、出産通知書、この2つが出生届だけになってるっていうところで、それ以外は正しく、翻訳されてます。なかなかいいですね。じゃあ次の文章行ってみたいと思います。はい。保育園の空き状況を教えてください。その後の回答を別々に翻訳します。まずは最初ですね。保育園の空き状況を教えてください。Please tell me the availability of the nursery school. はい。じゃあ次の回答も翻訳してみます。渋谷区公式サイトで公開しています。空き状況の情報は毎月上旬に更新しています。空き状況は下記の詳しい情報を見るからご確認ください。It is available on the Shibuya Ward official website. Availability information is updated early every month. Please check the availability from the detailed information below. これ結構いいんじゃないですかね。じゃあ翻訳結果を貼っていきます。ではポケトークセンターから結果を貼ったのと、あとは下の方の文章ですね。長い文章の方の英文を DeepL を使って翻訳した結果を貼っています。まずは日本語が正しく認識されているかどうかをチェックします。はい。クエスチョンの方、保育園の空き状況を教えてください。はい。これ OK ですね。Please tell me the availability of the nursery school. 英文も大丈夫。じゃあ次、長い文章の方。まずは日本語のチェックです。渋谷区公式サイトで公開しています。空き状況の情報は毎月上旬に更新しています。空き状況は下記の詳しい情報を見るからご確認ください。もう日本語も完璧に認識していますね。じゃあ、これで翻訳された結果を DeepL で翻訳した結果の日本文が下ですね。はい。渋谷区の公式サイトで公開されています。空室情報は毎月上旬に更新されます。下記の詳細状況から空室状況をご確認ください。この空室情報っていうのが、availability information。availability information is updated early every month。多分、これあれですね。availability がこの日本 DeepL では空室情報になってるんですけど、この文章の流れから言うと availability っていうと、当然 the nursery school の availability なので、日本文から英文の翻訳としては非常に正確に翻訳されているようです。じゃあ次行ってみましょう。はい、次は保育園を利用するにはどうしたらいいですかと、それに対しての回答をポケトーク S を使って翻訳してみます。保育園を利用するにはどうしたらいいですか？ How can I use the nursery school? じゃあそれの回答。渋谷区公式サイトにて入園のご案内をまとめています。詳しい情報を見るから詳細な情報をご確認いただき、必要な書類をご用意した上で、省庁4階保育課窓口にて申請してください。Information on admission is summarized on the Shibuya Ward official website. Please check the detailed information from the detailed information, prepare the necessary documents, and apply at the child care section window on the 4th floor early in the morning. 良さそうですね。じゃあ、これの認識した結果をポケトークセンターから貼り付けます。はい、貼り付けました。じゃあまずは最初の方ですね。保育園を利用するにはどうしたらいいですか？これは日本語の認識も完璧ですし、How can I use the nursery school? で英文も OK ですね。じゃあ次、日本語が正しく認識されているかどうかから確認します。渋谷区公式サイトにて入園のご案内をまとめています。詳しい情報を見るから詳細な情報をご確認いただき、必要な書類をご用意した上で、早朝4階保育課窓口にて申請してください。これ僕が省庁と早朝でも、これ最初、このね、ポケトークで僕日本語喋ってる時、省庁4階って言ったら包丁って認識されてたんですよ。で、その後多分全体の文章の流れで包丁じゃないなっていうので、
早朝になったと思うんですけど、小腸はうまく認識されませんでした。はい。じゃあ、この英文、これがポケトーク S が翻訳した英文を DeepL を使って日本文にまた翻訳しました。はい。入園に関する情報は渋谷区公式サイトにまとめられています。はい。これも意味は大丈夫ですね。はい。詳細情報から詳細情報を確認し、必要書類を用意して、早朝に4階の保育課窓口で申し込みをしてください。日本文の小腸4階が早朝に4階になってしまったのですが、それ以外については正しく翻訳されているようです。はい。ということで、今回は渋谷区の子育て便利帳というサイトから3つのちょっと長い質問と回答についてポケトーク S を使って翻訳してみました。結果としてはですね、かなり日本語の認識もいいし、それの翻訳結果っていうのも正しかったので、十分これは実用的に使えると思います。ただ、僕は結構はっきりと喋るようにしているので、ブログに喋った時にどうなるかっていうのはちょっとやってみないとわからないですけど、やってみますか。じゃあちょっとやってみましょう。じゃあ、子供が生まれたので、ここをやってみますね。子供が生まれたので必要な手続きを教えてください。Now that I have a child, please tell me the necessary procedures. これ大丈夫ですね。はい。じゃあ、次の出産後、ここを粗く言ってみます。出産後に必要な手続きは出生届、出生通知書の提出、児童手当、子ども医療費助成。The necessary procedures after childbirth are birth registration, submission of birth certificate, children's allowance, and child medical expenses subsidy. これ僕がブロックに話すのがちょっと難しいので、このちょっとね、検証はまた次回にしたいと思います。はい。はい。ということで、今回はポケトーク S による長い文章の翻訳について試してみました。またこれからもちょっといろいろね、翻訳していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。もしよかったらグッド評価もお願いします。では皆さん、また会いましょう。さようなら。